こんにちは、パープルストックです。今回は BTS の兵役免除についての国防委員会での審議について紹介します。BTS は今までの法律では満30歳まで兵役を延期できることとなっていましたので、その時点では最年長のジンは2022年12月までに入隊をすることとなっていました。これについて韓国では今年6月に兵役法の改正の議論が行われるかと思われていましたが、実際には議論されず、今年の11月に議論が再び行われるとされていました。そして今回、2021年の11月25日、国会国防委員会でこの議題についての審議が行われました。国会国防委員会は、大衆文化芸術家が入隊の代わりとしてボランティア活動などを兵役と変えられるようにするという内容の兵役法改正案を審議しました。しかし結局これについての結論を出すことはできませんでした。国防委員会関係者は25日会議後、与野党を問わず賛否が分かれたとし、今後公聴会など討論化手続きを待つことにしたと発表しました。また会議では国内外の芸術コンテスト入賞者や五輪、アジア競技大会メダリストのみに兵役の代替服務を認めているという現行の特例制度がむしろ不公平だという意見も出たようです。しかし兵役に敏感な国民世論を考慮し、踏み込んだ議論がさらに必要だという意見が多数を占め、今回は議決に至りませんでした。今回のこの法案が通過すると、BTS だけでなく、他の K-POP 活躍者などが、今後、兵役を免除される可能性が出てくるため、かなり注目を集めている議題です。韓国内の声を紹介します。五輪の金メダルよりずっと国威宣揚した。もしグラミー賞まで受賞したら免除される。特別な扱いこそが国を滅ぼす法案です。多めに見てはいけません。誰もやったことのない仕事をした青年たちに希望を与えるためにも兵役特例を与えなければならない。本人が国のためにどれだけ貢献したかを考えれば答えは出ていると思う。歌手や他の分野に比べ運動選手は選手寿命が短いため理解できる。特例には賛成だが、基準が曖昧な部分がある。法を整えなければならない。彼らは株式会社でただお金を稼ぐために働いているんで、愛国とは違う。死んだ軍人の命を金では生き返らせることができないように、国民総兵役という公的な制度の価値は、金で稼ぐことはできない。軍役免除後、海外活動を通じて大韓民国を知らせることは国にも利益になると思う。国防部広報紙幣として特例入隊させるのはどうか。次にアーミーの声を紹介します。行っても地獄、行かなくても地獄。経済的には行ってほしくないんだろうけど、今までのことを考えると BTS も決めた本人も叩かれまくるからな。もう時間がないのに、ここまで議題が先延ばしにされることある。国民、他のグルから叩かれることになる。今でさえ国内アーミーから批判されている現状があるのに、彼らの居場所がなくなる。活動と兵役を並行でもいいじゃん。期間短くするとか、そういうことさえ決まらないわけ。これはかなりデリケートな問題なんだろうね。単純に言ってほしくない。皆さんは今回の件についてどのように考えますか？ぜひコメントで教えてください。今回も最後までご視聴くださりありがとうございます。それではまた次回お会いいたしましょう。